やはり恋人というカードが結構強く出てるんですけれども、あなたがとても入れ上げて献身的に尽くしているよっていうのが出てるよね。うん。悪縁としてその悪縁を断ち切れるかって考えた時、この一番大きいトライアングル、あなた非常にパワフルな、とても陽の気質が前面に出てる人だっていうのが見えるから、その力はねとてもあるっていうのが見えるんだけど、コテンパンにやられてんだよね。うん。で、あなたのね心境を読んでるよって、あなたの性質見透かしてるよっていうのがね見える。あなた自身はねとても力がある人で、今の状況っていうのを抜け出すことはできるんだけど、この真ん中に来てるソードの3、何か囚われちゃってるっていうのは感じるよね。とてもポジティブなんだろうね。とても陽気質の人で、逆に言えば陰性のエネジーの原動力を捉えることがちょっと苦手なのかもしれない。そこをねお相手さんに見透かされてるのかもしれないね。なんだろうね、娘にね女房の役割を押し付ける父親の狡猾さを見抜くことができない。本当は分かってるんだろうけど、それを見抜いちゃいけないって思ってるのかもしれないよね。母親があなたに嫉妬する、女としてあなたが美しくなることを母親が女として嫉妬する、そしてあなたの恋の成就をくじこうとすると。そのことも腹の底では分かってるんだけど、分かることができるはずなんだけど、気づいちゃいけないんだよっていうふうに思っちゃうのかな。あまりにも楽観的、ちょっと厳しい言い方すれば根拠のない楽観主義みたいな。本来その根拠を求める力は持ってるんだけど、見る習慣を失ってしまってる、失ってしまうような、結果失ってしまうような、生き方を強いられてきたっていうのかな。だからそこら辺を今悪縁切りたいと思ってるお相手さん見透かしてるんじゃないかな。あなたを相当こっぴどくね痛めつけてんだよ。あなた本気出したらあなたの方が全然強いんだよ多分。このお相手さんのことなんか本当人またぎできちゃうんじゃない。だけどどうかな、なんとなく洗脳されてしまってる、ひょっとすれば憑依されてしまってるかもしれないよね。なんかうつろな感じがするね。ここにもねカップル、デュオ、ユニオンってくるんだけど、切らなきゃいけない悪縁なんだけど、やっぱりはまり込んでるっていうのが見えるかな。ちょっと間違った努力をしてしまっている、その努力に不毛なもの、善と開けぬものを感じてるんだけど、その倦怠感が忘れられなくなってるのかな。なんて言うんだろう、自分がなかなか察知できない人の闇の部分、陰性の部分をこの因縁の相手っていうのはね
平気で見せてくる人なんでしょう。でそのダークな部分に惹かれてしまっている。自分が不毛な努力をしているっていうことは理屈では分かってるけれども、その努力の中に従じているアンニュイさとか気だるさとかに一つの居場所を見出している。今まで自分が察知することができなかった負の活力を見出している。そんなメッセージが来るね。いかんね。悪縁切りっていうことで考えたらそこはいかん。一旦そういう気持ちに落ちてもいいとは思うよ。何事も経験だから。犬神様が出てきましたね。脱出しなさい。あなたは脱出できますよ、すべきですよと。直ちに今の状況から抜け出しなさいと、離脱しなさいとメッセージが来てますね。おそらくね、あなたの方がそもそも強い、力がある。ただあなたが知らない世界をお相手さんが持ってるから、今その関係性では相手の方が主導権を握っている、手綱を握っている。だけれども本質的にはあなたのがパワーがあるから、このダークなイリュージョンがね、その洗脳が解けた時にあなたがね別れを切り出すとね、もうすがりついてくるはずだよ。死ぬとか死んでやるとかね、殺してやるとかってね、もうあなたにすがりついてくる。で死ぬとか死んでやるっていうのはもう行かないでってことだからね。助けてって、お前なしでは生きていけないんだって。結局あなたからエネルギーを吸い取ってんだよ。あなたがその持ってないものをお相手さんは確かに持っているって。でそれにあなたをうっとりさせてる間にあなたからエネルギーを吸い取り続けてる。それは今もでしょ。今も一つの陰性の世界にね、陰性の世界のその求心力にとらわれてるっていうのが出てるから、あの人は私のないものを持ってるわっていうようなね。ひょっとすれば私が生きてきた中で私が足りなかったもの、私がずっとフラストレーションに感じてたこと、疑問に思ってたその答えをこの人は持ってるんだと。なんか一番だからあなたのウィークポイントを握られてしまってるような錯覚にずっと落ちてたんだよ。だけど実際にはあなたのが非常にパワフルな人間で、とても強い人間だから、あなたから、お相手さんはエネルギーを搾取していたっていうことかな。だけどあなたが別れ切り出すと荒れるだろうね。ただね、命を人質にとってね、己の未熟さを棚に上げて、本当はね、自分が最も大切にしなきゃいけない人を痛めつけるような形で関係性の主導権を握るような人にこれ以上合わせるべきではない。犬神様も言ってます。あなたがあなたの課題を克服して元の次元じゃないよ、次の次元に昇天することを足止めすると思うけれど、心を鬼にしてまだ惹かれるかもしれないけどね、心を鬼にしてね、悪縁切りしてください。
お互いに孤独なのかな。やっぱりね、あなたのね、闇の部分っていうのを見透かされてるっていうのが出てるんだよね。このお相手さんの方が年下ないし、あなたより立場が下の方なんだけど、やっぱりしっかりとね、あなたの、ダークサイドの部分を見据えてるよっていうのが見える。こっちにソードのキングが来てんだけどね、トッパは若武者だけども、どうだろうね。この物質世界においてちょっと劣勢を強いられてるかもしれないよね。関係性が友達の恋人とか既婚の方との関係とか、ひょっとしたら自分がそうかもしれないね。自分がもう家庭持ってるとか、職場で重要なポストについている人と密かに皆に知られぬようにね、密かに自分たちのだけの秘密を持つ、そこに潜む反社会性に少しエキサイトしてたりとかね。でそのことを、あなたのそういう部分は相手に見透かされてるよっていうのが見えるかな。あなたの中に眠る陰性のパワーだよね。それをうまく操られてるよっていう。だからそういう意味ではまあ悪縁だよね。エキサイティングだと思うし、人生の中の一季節、そんな過ごし方をしても罰は当たらないと思う。後半で巻き返せばね。だけどあなた強いんだよ。だけどパワーをすごく感じるんだよね。あなた非常にパワフルなんだけど、やっぱそのあなたの中の、やっぱりウィークポイントやっぱ握られてるのかな。素敵なカードが来たね。あなたの中の善良さとか、上昇する良き方向へと向かうインスピレーションというもの、そういうものをもっともっと深めなさい、高めなさい、感謝しなさい、信じなさい。だね。だけどここにとらわれる、もうダールガナの恋人だけど来てるんだよな。この方との関係にとらわれるっていうのがすごく来てるんだよな。あなたの中のやっぱり、功徳を高めるってことかな。そうすることで、この方との縁は切れる。なんだろうね、普段生きててやっぱり孤独なんじゃないかなって思うんだよね。所属感が欠如してて、どうしても一人でいられない。いつも周りに人はいるかもしれないけど、なんとなく一人ぼっちで、だからやっぱり、一緒にいたい。魔が差した時にこの人と一緒にいたい。だけど魔が差す時間がどんどんあなたの中で大きくなってきて、あなたの中でやっぱり怖くなってきて、実際に生活に支障をきたしてきて、悪縁であることが明るみになってきて、そんないきさつが見えてくるよね。だからね、この方と会えるのがさ、暗闇なんだよね。それはあなたの中の魂の空虚な伽藍堂かもしれないね。だけれどもその空虚な伽藍堂のさ、闇の中でこの方と落ち合うとエキサイトするんじゃない。全てが間違ってるとは私も感じないんだけど、ただやっぱり
ダークサイドに落ちてっちゃうよね。やっぱこの方との関係っていうのは一季節のアバンチュールであってね、切りのいいとこで切り上げなさいってことかな。あなたの中の、良き波動っていうのが高まりつつある。切れる感じがするけれどね。おっと、来たな。一つ目の神が来ちゃったよ。魔導の暗闇の中ね。この方との関係性をね深めると、この暗闇の向こうの光に満ちた平原ではなくてね、この方との関係性を深めると、この暗闇の向こうにもう太陽がさんさんと輝く平原があるんだっていうその期待ではなくて、この暗闇の中にねさらに深い暗闇があって、その中で私は開眼できるんだというようないけないノリでどんどん突っ走ってっちゃう。なんかそんな気持ちにとらわれた時は自分の顔を鏡に映して見てみるといい。結構憑依されてると思うよ。これ私っていうような顔してるんじゃない？その時にあなたエネルギーに満ちてるかもしれないよ。ある種のエネルギーにね。だけどね、この悪縁に戻りそうになったらちょっと鏡で自分の顔見てみるといいと思う。あなたのね守護霊様たち、高次元の存在たちはあなたのことを導こうとしています。一季節悪縁を育んでしまいましたけれど、もう潮時だね。結構だけど強い、窓が開いちゃってるんだけど、吸い込まれないように。吸い込まれると深いよ。この方との関係性を掘り下げがいがあるだろうからね。だけど、戻っちゃダメだね。この方とのね関係性を深めていくとね、あなた自身もやっぱりね、自分の中のダークゾーンをどんどん広げてっちゃって、もう自分たちさえ幸せになれば周りの人は不幸になっていいんだって、そんな念を平気で飛ばすようになっちゃうよってね、メッセージ来るよ。どんどんね深みにはまってっちゃうから。だけどそんな風になりたくないでしょ。人を呪わば墓穴二つでね、心配なさってる。お相手さんはさ、ある種の力を持ってる方だけど、深入り禁物、もうこれ以上縁をつなぐ必要はないと思うね。もし縁をつなぐ方向でいくと深いからね。深い闇の、さらに闇の中であなたは開眼してしまいます。いいですね。よくないか。ちょっと今ある関係性に価値を見出せなくなっちゃってるっていうのが出てるんだよね。
でまあ隊の位置にはまあ完全な終わりではないけれどもね、もう理路整然としないような絶望感に襲われてるっていうのがね、もう今現在もその予兆を感じてるんだと思うけど、過去世ではねとても幸せだったんじゃないかな。まあこの業もそうなんだけど、浮世離れしてさ、浮世離れしたいいとこのうちの生まれで結局世俗を生きるね凡夫たちと交わることができなかった。今世はその世俗のど真ん中にいてね、人のために尽くしたい、シャバ人道で人に揉まれたい、なんかそういう意識を持って今世を生きてる。ちょっとだから自分を押し殺してそんなメッセージがなんか聞こえるね。だから今世はね一般庶民のうちに生まれてきたんだけど、やっぱりなんか自分の中の魂の垣根が越えられないだろうね。自分を押し殺して耐えて生きてる。だから結局今も夢見たままでいるよっていうのがなんか見えるんだよね。自分の中の大きな大義で今世は思いっきり弾けたい、自分のやるべきことを自分の課題に取り組みたいっていう気持ちでいっぱいだったんだけど、なかなか、それが出せずに、まあ見失ってしまったっていうのかな、目標。そうだろうな。なんとなくだから本当はもっと超えなきゃいけない魂の柵があるんだけど、それを超えられずじまいで、なんかこう、目標を見失ってしまってると。そんなあなたのその態度っていうのがさ、謙虚さとかもしくは優しさ、まあそれは謙虚さであり優しさそのものなんだけど、そういうのをやっぱり見て周りに集まってくる人たちが、あなたから搾取する人たちがいっぱい集まってきてるっていうのが見えるね。今あなたを取り巻いてる関係性全てを断ち切りたいと思ってるのかな。まあ希望が見出せないっていうのが出てるんだよね。でなぜかっていうと、それはやっぱり自分に返ってきちゃうんだけど、やっぱり今世における自分の課題っていうのが、超えられない中で、その自分らしさとか生きる目的とかね、そういうものを失ってしまってる状態なのかな。そんな中でね、あなたのことを見かねてる人がいるんだよね。そんなあなたを心配して、そしてその様自体丸ごとあなたのことを愛してくれる人がいる。その方っていうのは過去世でも関係があった方なんだろうね。過去世でもあなたのそういう気質を見かねてた人が今世でもあなたの前に現れてるよと。この存在にすらあなたは気づけなくなってるかもしれないけれども、もしこの存在に気づけたら、あなたは今あなたが抱えてる関係性、あなたを閉じ込めてしまう、あなたのあなたらしさを封じ込めてしまう悪縁っていうものを断ち切ることができるよっていうのが見えるね。自分に正直になることなのかな。でね、この悪縁を断ち切るときにあなたが責められるっていうメッセージが来るのね。なんて理不尽なやつだとかさ、礼儀知らずなやつだとか、あなたを責める人たちが出てくるよって。だけどそういう誹謗中傷に負けちゃダメだってメッセージが来るね。そういうメッセージをね送ってくる人たちは、あなたがあなたらしさを
開花することを頓挫させようとするね、ずるいエネジーヴァンパイアだよって。あなたが自分の本当のね、大義を見失って、ただ謙虚さの中にいてくれた方が都合のいい人たちだよっていうのが来る。で、あなたが今ある関係性を断ち切ろうとした時に、非難を受けるんだけど、それに負けちゃダメだっていうメッセージが来るね。過去世からの縁がある人が今世でもあなたのそばにいる。その人がキーパーソンだっていうメッセージが来るよ。もっとね、楽観視していいって。あなたが自分の胸に秘めている力を解放しなさいって言ってるよ。そのためには、今あなたが所属するコミュニティを抜けなきゃいけない。今のあなたにはひょっとしたらこの人たちは、社会的には、少なくとも社会的には善人に見えるかもしれないね。そうだね。もうね、その悪縁を断ち切る、全てのカードをあなたは持っている。切るべき局面でそのカードを切ることができるよって。そんなに失望する必要はないよっていうメッセージが来るよ。そのためには、今あなたが囚われている人たちからの非難を受けることを恐れないこと。だね。で、あともう一つは過去世からのキーパーソン、あなたのことをずっと心配して見守ってくれてる人がいるから、その人と落ち合うことだね。大きく変わるんじゃないかな。山神様。不動心だね。今あなたがこの現世に生かされているその大義を天と結びつけてくれる。一回ね、自分が今まで正しいと思っていたことを間違いじゃないのかと疑ってかかってみることだね。正しいと思ってたことが間違ってる。ひょっとしたら間違ってるんじゃないか、この人じゃないんじゃないかっていう人があなたにとって、非常に重要なキーパーソンである可能性がある。そこら辺の判別をつける決断をするだけの今はその力をちょっと失ってしまってるっていうのが見えるから、だから悪縁のど真ん中にいるんだろうね。今ね、呼び寄せてしまってるんだよ、自分で。正義の仮面をかぶってあなたから優しく搾取する、ある意味すごく厄介な悪縁かもしれないね。今あなたのね、足にチェーン&ボールのようにね、足かせとなってくっついてる悪縁をね、断つには、自分が今まで正しいと思ってたことを間違いじゃないかと疑ってみること、それと過去世からの縁があるキーパーソンがあなたの周りにいるよっていうことで、そして最後は、自分にはこの悪念の呪縛を取っ払うだけの、実力がもうすでにあるってこと、パワーがあなたの中に充満してるってこと。変わるときに非難を浴びることになるけれども動じないことだね。そうすれば、大きく未来は開けるでしょう。そうだね。過去世から持ち越しの因縁と言えるかもしれない。
うん。だからね、過去世では上品なうちの生まれだったのよ。もうお城のお姫様で、それが自分の中で嫌だったんだろうね。一般庶民と触れ合いたかった、魂の触れ合いがしたかった。で今世は、シャバニンドのね普通のうちに生まれた。だけれどもその自分の心の中のね柵を越えられないね、飛び越えられない。それを飛び越えなければどうにもならないんだよね。今自分が感じているコミュニティに対する不満や不安、悲観的なビジョンみたいなもの、それは自分が生み出してるんだよって。その負のエネジーがね、周りに正義面したずるい搾取をする人たちを集めてきてるんだよってね。私変わりますと言うと、もう非難合々かもしれないけど、そこで腰が引けたら今世もね本当に飛び越えるべき垣根というか柵を越えられないままに終わってしまう。ただ上品なだけでね、押し合いへし合い群れの中でさ生きてるシープ、羊さんで終わっちゃう。柵を越えて自分が思う世界に飛び出るってことだね。そうするためには不動心がいるんだよって、揺るがない自分軸っていうのかな。これさえあれば楽観視していいんだよ。なんとなく正しい面をした今まで正しい人たちなんだろうなと思ってた人たちを一度疑ってみること、それはあなたにとって怖いことかもしれないけど、決してあなたの本質を傷つけることではないから、一度疑ってみるといいと思う。なんかこの悪縁っていうのはね、過去世から引っ張ってきてる気がするね。それを今世でも同じようなシチュエーションを、あなた自身が再現してしまってるから、だから過去世のあなたのフィアンセも今世でも心配してるんだよ。あいつ大丈夫かなってまた同じとこはまり込んでんなってね。今世は決めようね。いいね。